神との共演。発見音楽塾先生の星部翔です。さあ本日のテーマはこちら。ドン。作曲者ガチプレゼンモーニング娘。23 Wake Up Call 目覚める時編。はい、やってまいりました。さあこちらの番組ハロプロ楽曲を用いまして難しい印象のある音楽理論作曲についてを学び、ハロプロ楽曲をより深く味わっていこうという番組になっております。さあ本日は2023年10月25日発売、彼女たちモーニング娘。23の73枚目のシングルの2曲目に収録されております Wake Up Call 目覚める時。こちらの楽曲について解説を行ってまいりたいと思います。作詞は私星部翔、作曲は大久保薫さんと私星部翔、そして編曲は大久保薫さんとなっております。25年の歴史をギュッと凝縮した新境地的な楽曲となっております。さあこちらの楽曲は今までにない試みで制作された楽曲になります。まず何と言いましても大久保薫さんでございます。さあハロプロ楽曲が大好きだという方の中に大久保薫の名前を知らない人は一人もいません。もうそれくらいの重要人物、もう神でございます。私以前の動画でもですね大久保薫さんを取り上げたことがあるんですけれども、その際もハロプロ宇宙の創造神と呼ばせていただきました。そんな神とですね一緒に曲を作ることができました。さあそんな大久保薫さんとなんで一緒に曲を作ることになったのかという経緯とですね、具体的にどういう風に2人でブラッシュアップしていったのか、そして私作詞もね担当しておりますんで作詞についての解説も行ってまいりたいと思います。最後までご覧ください。よろしくお願いします。さあでは早速やってまいりましょう。まずはこちらです。ドン。大久保薫さんとの約束。さあこちらの楽曲ね、すでに YouTube に MV 公開されておりますけれども、そちらのコメント欄のね一番上の方にライダーノーツ的な文章載ってますんで、ぜひそちらも参考にしていただきたいと思うんですが、2022年秋にですね一緒に会う機会がありまして、その時に一緒に曲作りましょうってことになったんですね。まずはこちらです。ドン。お茶の間うちらの地元は地球ジャンの CD5 に。さあ2022年11月にですねうちらの地元は地球ジャンって楽曲リリースされまして、こちらの楽曲は私が作詞作曲を担当し、そして大久保薫さんがアレンジ編曲を担当されたんですね。でその時にですねこの TD 作業で一緒になったんです。この TD っていうのはですねトラックダウンという作業で、もう最終的な音のその混ぜ具合とかですねミックス具合をエンジニアとかですね制作人とかでディレクターとかスタジオに集まってですね音の最終的なチェックを行うんですね。そのトラックダウンの時にですね大久保薫さんともう初めてがっつり話したわけですね。大久保薫さんとはですね何度か武道館のライブとかでねお会いしたことがあって、どうもはじめまして星部翔と申しますとかって挨拶くらいを交わしたことがあったんですけども、ちゃんと話すのがね初めてだったんですよ。このトラックダウンの作業自体もかなり楽しかったんですけども、でこの作業が終了した時に大久保薫さんとお話しして、今度ぜひ一緒に曲作りましょうマジでって話をしたんですね。でそこで大久保薫さんとですね LINE の交換をしましてね、神とのアドレス交換をさせていただいたんですけども、でその後も LINE のやり取りで本当に曲作りましょうね一緒にと。でその時に話してたのがですね意外性とか予定調和じゃない何かちょっと新しい試みで一緒に曲作りましょうとまで言われまして、いやこれはもうめちゃくちゃ楽しみだなと思いまして、そういう約束を2022年の秋にしてたんですね。そこから時は流れて2023年の春になります。約束から半年後こうなりました。ドン。半年後にチャンスが。締め切りは1週間。2023年の春にモーニング娘。の楽曲をかけるかもというチャンスが訪れました。これはぜひトライしたいなと思いまして、その時に真っ先に顔が浮かんだのが大久保薫さんの顔です。もうモーニング娘。といえばもう大久保薫っていうね、これはもう大久保薫さんと一緒に曲を作る意味が生まれたと思いました。ということでそういうチャンスがあったものですぐですね大久保さんに連絡を取りまして、締め切り1週間後なんですけども一緒に作りませんかと。そうしましたら快くぜひ作りましょうということで、約束が叶ったわけですねここでね。でね後から話を聞いた時ですね大久保薫さんその時期めちゃくちゃ忙しかったらしくて、これはスケジュール的に厳しいんじゃないかとまで思ったそうなんですけども、ただ約束してますんでね、やるしかないということですね。もう忙しいスケジュールの合間でコライトさせていただきました。ということでこの約束がきっかけになってこのウェイクアップコールが生まれたということでございます。さあということでこの締め切りがタイトな中一緒に頑張りましょうということで制作がスタートしたわけでございます。続きましてこちらです。ドン。大久保薫さんと私。
ということで、この楽曲制作の前にですね、大久保薫さんと私との思い出をちょっと語らせていただきたいと思います。一方的な私の思い出なんですけども、まずはこちらです。と、2014年10月1日の武道館。さあ、この日武道館ではモーニング娘。のライブが行われていたわけなんですね。私ですね、この日に初めてモーニング娘。のライブ見たんですね。だから今から約9年前ですよね。ここでですね、モーニング娘。楽曲のかっこよさっていうのをですね、肌でビシビシ感じたんですね。もちろんですね、モーニング娘。自体は知ってましたよ。私が中学校の時に朝やんでモーニング娘。やってましたんでね。そして僕が高校生の時にね、友達がカラオケでね、恋愛レボリューション歌ってましたんで、もちろん知ってたんですけどもね、ライブ自体は初めてだったんですよ。そしてこの1-4時代の楽曲ってめちゃくちゃ強いですよね。その辺の楽曲をほぼ一手に担当していたのがもちろんつんくさんなんですけれども、裏には大久保薫が言いました。大久保薫さんの音がとにかくかっこよかった。ここはめちゃくちゃ覚えてます。で、なんでここのライブ僕行ってるかっていうとですね、私2012年のアップフロントのオーディション受けてたんですね。それでそのオーディションきっかけで、君は面白い曲書くねっつってですね、そこからアップフロントのこのつながりができてですね、採用されなかったんですけど、曲はいっぱい出してたんですね。で、そうこうしているうちに2014年秋くらいから、この楽曲制作つんくさんのみならず、外部作家も入れようかという話が出てるってことになりまして。で、そんな流れの時にね、たまたま僕いたんですね、そこにね。本当運が良かったなと思うんですけども。だからもしかしたらハロプロの楽曲書くことになるかもしれないんで、ちょっとモーニング娘。のライブ見ておきなさいということですね。この武道館ライブ行ったんですよ、初めて。ハロプロの現場も僕初めてここで見たんですね。もうメンバーのパフォーマンスの凄さとか楽曲の良さとかね、もうファンの熱量とかですね、なんかいろんな衝撃を受けました、ここで。もうただの素人だったんで、もう単純にすごい現場だなと思いました。こういう世界あるんですねっていうね。まだこの時は道重さゆみさんがね、リーダーで、この2014年の11月末でね、卒業ってことになるんですけども、そんなタイミングでしたね。で、このライブで、ね、メインでアレンジをしていたのはこの大久保薫さんです。とにかく大久保薫さんの音像がなんかすごいなと思ってですね、ライブを見てこんな風に感じました。ドン！音の迫力、質感、明瞭さ。ハロープロジェクトの楽曲ってレベルが高いっていうね、ことは知ってたんですけども、改めてこう感じましたね。まず迫力。これね、ライブ会場でね、しっかり音が前に出てくるっていうところ。なんか大久保薫さんが作るキックとかスネアの一つ一つの音の迫力ですよね。ここをすごく感じました。そしてこの質感ね。大久保薫さんアレンジのイメージって基本的にはこう EDM とかね、音の素材のベースってね、割とこうメタリックな印象あるんですけど、ともすると冷たい印象になるところ、ちゃんとあったかいんですよね。なんかこう例えわからないですけど、こうメタリックなこうチタンとかでできた樹木みたいな。金属的なんだけどちゃんとあったかい。なんか人肌の温かさとか繊細さがちゃんとね、伴ってるっていうかね。なんかそこが両立してるのがすごいなと思いました。あとは明瞭さですね。割と音数が多い印象なんですけども、一つ一つの音がちゃんと聞こえるっていう。これ私若輩者ながらね、アレンジをすることもあるんですけども、なんか大久保薫さんくらいね、なんか綺麗な世界観にするってすごい難しいんですよね。でもこの時点でもう、大久保薫神と思いましたね。そういう強い印象を受けたのが2014年の10月1日です。そんなハロプロのライブを初めてですね、見学させていただき、アップフロントに対してですね、曲をこう提出してですね、運よく2015年にいろんな楽曲を採用していただくことになりまして、2016年にはようやくですね、作曲一本でですね、ご飯が食べられるようになったということでございます。そう考えると、あれからもう9年とか10年経ってるんだなと、ちょっと感慨深い気持ちになりますけどね。そしてですね、私の楽曲をですね、大久保薫さんがアレンジしてくれるという時が来ました。こちらですと、糸島ディスタンス、赤いイヤホン、メガネの男の子、約束連絡記念日など、これですね、ウィキペディアで調べたんですけどね、おそらく大久保薫さんに、アレンジをしていただいて初めての楽曲っていうのは、私、アンジュルムの糸島ディスタンスっていう楽曲が初めてかなと思います。あれ結構な歌謡メロディーなんですけどもね、やっぱこう歌謡メロでもちゃんと対応できる大久保薫シーンですね。いやマジで芸の幅が広いですよね。そして私的に一番思い出に残ってるのがですね、アンジュルム赤いイヤホン。
もうこの曲に関してはですね、私作詞作曲したんですけども、曲を作ってる段階から大久保薫さんにアレンジしてもらいたいなぁと密かに思いながらですね、作りました。その片思いがですね、見事実ってですね、大久保薫さんにアレンジをしていただくことになりました。大久保さんアレンジしてくれるからこんな感じになるだろうなーって予想してたんですけどね、そんな僕の予想の10倍くらい素晴らしい出来の音がやってきました。これ聞いた時はやっぱ大久保薫ってすげえなと思いました。そしてその後はビヨンズのデビュー曲メガネの男の子ですね。私がオーディションで受かったきっかけの楽曲になりますけども、そしてその後も椿ファクトリー、約束連絡記念日、こういうね繊細で切ない曲もね大久保薫さんうまいんですよね。などということでですね、おそらくもう10曲以上は大久保薫さんにアレンジしていただいてると思います。そんな大尊敬している大久保薫さんとですね、2022年秋のトラックダウンの時にですね、初めてがっつりお話をしてですね、約束をして一緒に曲を作ることになったということでございます。はい、ということで思い出話はつきませんが、次行きましょう。こちらです。ドン！作曲コライトについて。さあこちら冒頭でも言ったように作曲大久保薫さん、星部翔のコライト作品、共作なんですね。しかも大久保薫さんハロプロ楽曲初作曲作品となっております。もうモーニング娘。の楽曲を中心としてアレンジャーとしてはもう名前バンバン見るんですけどね、なんか初めて作曲っていうのすごい意外でしたね。ここもちょっと熱いですよね。さあではこの共作曲コライトどういう風に行われていったのかという解説でございます。まずこちらですと、アレンジや構成は大久保さん。まずですね、一緒に曲作りましょう、締め切りは1週間後ですっていうタイミングからですね、3日後にはですね、アレンジとか A メロ B メロサビとかの構成とかですね、全て出来上がったトラック、これが3日後に私に送られてきました。もうどの程度出来上がってるのかっていうと、イントロのシンセメロとかですね、もうコード進行とかサビで1個転調するとかですね、ここにラップ入りますとか、もう全部です。歌メロ以外全部出来上がった状態のものです。これが3日後に届きました。すごいですね。だから宇宙を司るほぼ全ての要素は大久保薫さんによって作られてます。さすがハロプロ宇宙の創造神で、その送られてきたトラックを聞いて僕はにんまりするってですね、すげえの来たっていうね、もう皆さんも聞くとわかるんですけどね、もうイントロからもうワクワクが止まらない感じなんですよね。もうなんか始まる感じするなっていうね、第一印象も完璧って感じですよね。そんな素晴らしいトラックが送られてきまして、そこにメロディーを乗っけていくということになります。続きましてこちらです。ドン！ A メロ B メロ大久保さん、 C メロサビラップ部分は星部。さあこちらの楽曲、楽式的に言うと、イントロがあって A メロ B メロがあって C メロがあってサビが来ると、そしてラップパートみたいな、そういう解釈で僕はいるんですけども、まず A メロ B メロは大久保薫さんが担当しております。どこの部分かというとですね、歌詞で言うところの君にそんなメイクは似合わないって、ここですね。まずここが A メロ、そして可愛くかっこよく、ここから B メロだとしてください。どんな顔も肯定しなくちゃ、はい、ここまでが大久保薫さんのメロディーになってます。もう最初にいただいたトラックに A メロ B メロには大久保薫さんのメロディーが入ってました。そして C メロとサビ部分は星部さんここ作ってくださいという感じでこのトラック渡されたんですね。そして僕が作ったところね、 C メロサビなんですけども、歌詞で言うところの人に委ねるなんてきっとつまらない、ここが C メロ部分になります。そしてサビはここですね。 Wake up call 目覚める時だね、ダンスベイビー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 までということで、この C メロとサビ部分私が作っております。あとはラップ部分なんですけどもね、大久保薫さんの声でこんな感じのノリのラップでってことでね、声入ってたんですけどね、それを元にしまして私がラップの歌詞を書きました。ということでここまで話を聞いて分かるようにですね、ほとんど大久保薫さんがこの楽曲作ってます。私はC メロとサビのメロディーをちょっと書かせていただいたという感じでございます。でメロディー自体はですね、3日とか4日目くらいで出来上がってました。はい、そんなメロディーの細かい部分の解説を行いたいと思います。こちらです。ドン！半音や3連形の攻めたメロディー。さあまずですね、この A メロ B メロ部分の大久保薫さんが作ったメロディーなんですけども、かなり攻めてます。語弊を恐れずに言うとかなり変態的です。まずですね、この半音をですね、スパイスのように散りばめてるんですね。どこかというと A メロの2行目ですね。消せない女らしさの押し付けって部分です。らしさ、ここが半音で下がってます。結構変態的なメロディーです。もうかなり難しいメ
メロディーなんですけど、新メンバーの井上さんと弓池田さんよく歌ってますね。素晴らしいと思います。そして B メロ部分ですね。最後、どんな顔も肯定しなくちゃの部分なんですけど、肯定しなくちゃっていう風に、これ全音進行って言います。半音はこう階段を一つ一つ下るって感じなんですけど、全音は一段飛ばしで階段下る感じです。ここは聞いてるとかなりびっくりする部分かなと思います。ということでですね、もうメロディーの提案の時点でですね、大久保薫さんかなり攻めキレッキレな感じでした。そのメロディーが来るんだったらやっぱり C メロね。C メロはやっぱりリズムちょっと転換させたいよなということになりました。それで私が作ったメロディーが、人に委ねるなんてきっとつまらない、自分で決めるこの思いは揺るがない。ここからちょっとメロディーのリズムが変わりますね。今までは8ビートとか16ビートとかっていう感じだったんですけど、ここからはですね、1小節を12分割するメロディーになります。3の倍数形の3連形のメロディーになるんですね。で16ビートはですね、高つくで言うんですね。高つくって感じで言うんですけど、3連形はですね、トツカっていう風に言ってください。ということで、この C メロはですね、3連形のメロディー。トツカトツカトントン、トツカトツカトン、トツカトツカトントン、トツカトツカトン。こんな感じですね。12分音符とかって言い方ないんですけど、とにかく1小節を12分割するようなメロディーのリズムになってます。これはですね、過去のモーニング娘。作品でいうところのですね、笑顔の君は太陽さの A メロ部分がね、このふわりになってますね。悲しみは誰かのもんじゃない。また地球は回り、誰かが生まれ、別れの日が来る。この別れの日が来るのふわりめちゃくちゃ難しいですけどね。トツカトツカトン、トツカトツカトン、トツカタカツクトンです。部分的に16ビート混ぜるというね、これもえぐいんですけど、そんな感じの12分割されたメロディーになってます。そしてサビですね。サビはもうとにかくキャッチーにということを心がけました。この部分もですね、半音が使われてます。この部分ですね。Wake up call 目覚める。ここは半音部分。あとは時だね。ここは半音ですね。あとは、人生を楽しむ。ここも半音です。ということで、この半音をこう行ったり来たりする。こう針で糸を縫い付けるようなメロディーということで、刺繍音って言います。それ道を外れて戻ってくる。道を外れて戻ってくるの連続。これがね、なんかいいスパイスになるんですよ。そういう音楽的なギミックね、刺繍音を使っております。あとこう夜の底で、朝を待つ誰かの心部分。朝を待つ誰かの心って部分があるんですけど、ここはですね、1小節を6分割するメロディーになってます。203連とかっていうらしいんですけど、その言葉はいいです。ここのメロディーのリズムもちょっと様子おかしいです。ちなみにこの部分はメロディーをブラッシュアップする中で、大久保薫さんが付け足した部分です。12分割のメロディーあるんだったらやっぱ6分割もいくでしょうみたいなね。そういうこれでもかっていう感じでね、詰め込まれてます。ということで、朝を待つ誰かの心の部分は、トツカ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 って感じでね、リズム取っていただければと思います。ということでね、この作曲に関してもね、半音とか3連形で、聞き手を飽きさせないようにというかですね、もうとにかくやっちゃおうって感じです。思いついたこと全部やっちゃおうぜっていうこの勢いがありますよね。もう大久保薫さんともう just do it って感じでやってますんでね。そういうこの2人の勢いがですね、この攻めたメロディー、新境地的な楽曲になったんじゃないかなと思います。さあ、最後はこちらです。ドン！作詞について。さあ、この作詞私は担当させていただいたんですが、私、とある場所でこの楽曲の作詞したんですね。あの場所で作詞したからこそのこの歌詞になったのかもっていう部分もあります。その辺をちょっと解説したいと思います。まずこちらです。ドン！モーニングコールからのウェイクアップコール。まずですね、このモーニング娘。の楽曲にチャレンジするって締め切り1週間ってなったんですね。で、そういう締め切りがタイトだったりですね、気合が入るときはですね、私よくですね、ビジネスホテルに何日間か缶詰になって作るってことをよくします。もうこの時もそのタイミングだったんですね。で、どこに泊まったかっていうとですね、道民インっていうところに泊まったんですけど、私コロナ禍でですね、ご多分に漏れずですね、サウナにはまりまして、サウナっていいんですよ。一回入るとですね、頭がパーンとリセットされて、もう煮詰まっても一回ちょっとリセットできるんですよ。それが気に入ってね、やっぱサウナ行ってるんですけど、サウナに入れて宿泊もできるって施設、もうそうなるとですね、道民インになるんですよね。ということで私、道民インよく行くんですけども、もうこの時も道民インに缶詰になってました。もう道民インでこの C メロとサビの
のメロディーを考えてですね、サウナに行ってですね、それでメロディー固まったら今度作詞に取り掛かるわけですね。そしてこの作詞はですね、デスクにこうノートを開いてですね、いろいろこう言葉を書き連ねるんですけども、何がいいだろうってね、いろいろこう書いてたんですよ。で、そしたらですね、ドーミーのこう、デスクみたいになるところがあってですね、で、その横にこうフロントにつながるようなこう電話があるんですよ。で、その電話の受話器のこの背面部分にですね、このモーニングコールのワードが書かれてたんですよ。こうサウナ上がりにノート開いていろいろ考えてて、パーって見たらモーニングコールってあるでしょ。モーニング娘。楽曲の作詞してる時にモーニングコールってワード目に入ってきたんですよ。なるほどなぁと。モーニング娘。のメジャーデビューシングルがモーニングコーヒーですよね。なんかモーニングコーヒーみたいだなぁとか思ってですね、なんか使えそうな気がするとかですね。でもモーニングコールって和製英語なんですよね。モーニングコールって外国の方に言っても伝わらない。外国の方に言う場合はウェイクアップコールですよね。なんかウェイクアップコールってこう海外の人にも届きそうだし、なんか野中美紀さんが発音よく言ってくれそうだし、なんかいいかもしれないなと思ったわけですね。そしたらですね、自分が作ったサビメロにウェイクアップコールってハマったんですね。ウェイクアップコール目覚める時だね。いいねと。じゃあこのウェイクアップコールっていうタイトルの曲にするといいかもしんないなって、そこでこう繋がったんですよね。ということで、この作詞の取っかかりになったワードはですね、ドーミーインのですね、受話器の背面に書かれていたモーニングコールっていうワードですね。そこからウェイクアップコールに派生して、目覚め、覚醒、生まれ変わる。確かにそういうワクワク感がするトラックだしなと思ってですね。しかもモーニング娘。25年目でまた新しいフェーズに入っていく。何度だって生まれ変わってやるっていう曲いいかもしんない。ということで、このワードをきっかけにしていろいろ広がってこの作品ができていきました。ということでですね、ドーミーインありがとうございます。そしてサウナありがとうございます。やっぱりこの作詞の取っかかりになるようなワードが浮かぶときはですね、大体サウナに入ってる時かですね、シャワー浴びてる時ですね、なんかふと緩んだ時にいい言葉が思い浮かんだり、こう目に入ってきたりしますよね。そんなちょっと運命的な出会いもあってこの楽曲になりました。さあ続きましてこちらです。ドン。25歳の人間が歌う等身大の言葉。これどういうことかというと、ハロープロジェクトモーニング娘。が25周年を迎え、今26年目に突入しているというタイミング。モーニング娘。を一人の人間と例えると今25、6歳なわけですよね。そんな25年の人生経験を経た人が歌っていいような言葉の方が伝わるだろうなと思いました。で、25年っていうと、大学卒業して社会人でも3年目とかになりますよね。自分の得意なこととかね、苦手なこととかね、好きなこと嫌いなこととか、いろいろこう自分自身棚卸しがだんだんできてくる年代ですよね。こう客観的に自分を見つめ直す時代がこの25歳かなと。これ僕自身もそうでした。だから結構大人なんだけど、まだ子供の部分もあるよねっていう年代。この25歳の主人公が歌うべき言葉というのも意識しながら、ウェイクアップコールと絡めて作っていきました。だからこう人間的にも一皮向けてより強く前進していこうというポジティブなメッセージを伝えられたらなと思ってました。モーニング娘。の楽曲、私過去に作詞させていただいた楽曲で、むき出しで向き合ってとかですね、ブランニューモーニングっていうのがありました。なんかですね、モーニング娘。の歌詞を書くときはですね、またなんかアンジュルムとは違う強さというかですね、やっぱりね、ヒーローとかヒロインみたいな憧れとか強さみたいなのを表現して欲しいなーっていうのがありまして、それなんでかって考えた時にはですね、やっぱこの2014年の一発目のライブ見た時それ感じたんですよね。すごい人たちだっていうね。眩しいって感じ。で、そういうのがね、モーニング娘。って似合うなぁと僕は思ってるんですね。だからちょっと強い歌詞書きがちになってしまうんですけどね。そんな思いでウェイクアップコール作詞させていただきました。最後こちらです。ドン。ラップバトルのような勢い。はい、この楽曲ね、ラップパートが全部で3つあるんですけども、まず1番のサビの後にラップパートがあり、2番のサビの後にラップパートがあり、アウトロにもう1回ラップが来るっていうね、もう3段構えなんですよね。もうお分かりの通り、この楽曲ですね、息つく暇がない4分間です。一応2回目のね、ラップの後に感想があるんですけどね、もうダンスパートみたいになってますんで、メンバーが息つく暇がないですよね。もうそれくらいギュッと詰め込んでるんですけど、その勢いを最後までぐーっと続けるという意味でも、このラップパートっていうのは非常に大事かなと思っております。このラップパートを考えるにあたってはですね、やっぱりラップバトルの動画を結構見ましたね。で、ラップバトル面白いのがやっぱ即興性もそうなんですけど、相手が言ったことを引用しながらまた意味を
つけていくっていうね、あの辺が面白いじゃないですか。これヒップホップっていろんなものの引用の文化だったりもするし、そういう意味だとそういうラップバトルの勢いとともに過去の楽曲タイトルとかを引用してラップでかますっていうのがかっこいいんじゃないかなと思いました。特にですね、2番のサビの後ですね。ねえボケ顔に Wake up call 私たちの Wake up call です。ここのラップパートを考えた時はですね、外部の音楽フェスに出演してですね、会場を埋め尽くすくらいのですね、オーディエンスがいてですね、もうそこには自分たちのファンもいるし、新規の人たちもいると。このラップパートですね、新規をガンガンこう引っ張っていくようなですね、そんな勢いが欲しいなと思いました。この最初の2行を作詞したりですね、仮歌入れてる時はですね、自分の中のこのジブラさんを降臨させました。もう全く自分の中にその要素はないんですけども、もうイタコのようにジブさんを降臨させてね、ストリート育ちのやつは手叩けとかって感じですよね。もうそのノリでねえボケ顔に Wake up call です。なんかこうキングの佇まいでラップかますって感じ。そんな気持ちでね作ったわけなんですけど、あとはつまらないなんて冷めてないでそりゃ君次第こっちに来なさいなんですけど、この部分に関してはですね、私の中のちゃんみなさんを降臨させてます。もうちゃんみなさんといえばもう皆さんもご覧になったかと思うんですけど、ザ・ファーストテイクの美人、あの動画でもう僕もぐさっと来たわけなんですけど、あの曲のラストね、怖がったままでどうすんだいあの彼女を助けなさいですよね。あの部分めっちゃ好きなんですけど、それが出てますね。こっちに来なさい。僕の中のちゃんみなさんが溢れ出るフレーズになってます。で、僕、ここ仮歌入れた時に、ここはジブさんで、ここはちゃんみなさんでお願いしますって別に言ってないんですけど、で、最終的にはなんか生田さんが、こっちに来なさいってなんかちゃんみなみたいと思って、なんかそのパート聞いた時すごーと思いましたね。なんかちゃんと伝わってるかもと、ちょっと感動しましてですね。そんなこともありましたね。そしてその後はワン、ツー、スリーってこう過去曲のね、オマージュなんですけども、歴史が作り出したファンデーション、手をつなぎ編み出したフォーメーション、上げている人生のモチベーション。ここですね。ここの冒頭が早いんですよね。タカツクタッタッタッタって。この辺の早いフローはですね、R 指定さんをイメージしてます。もうトラボルタカスタムの R 指定さんですよね。みんなかじりついてる画面、なんちゃらなんちゃらなんだらだなって。もう全然できないんですけど、あの高速のラップのリズム感がぜひ活かしたいなと思ってここに使ってます。ということでね、このラップパートを書くときはですね、僕の中のジブさん、そしてちゃんみなさん、そして R 指定さんをイタコのように降臨させて書き上げたラップパートになります。そんなところもぜひですね、ラップパートをお楽しみいただければと思います。はい、ということで最後はですね、この Wake Up Call 目覚めるとき一緒に MV を見ようということですね、約4分間一緒に楽しみましょう。どうぞ。まずこの 80s のイントロね、これがかっこいいんですよ。さあレーザーの下でかなり 80s な感じですよね。ワウワウイエ、ここもね炸裂してます。もうこのイントロからもやられますよね。もう第一印象もバッチリなイントロ。メイクは似合わない。はい、いやなんかね、モーニングこういう歌詞を書きたくなっちゃうんですよね。はい、ここはですね、歌詞を書く段階からこう一人一人にこう歌割りが当てがわれるというのを想定しながら書きました。肯定しなくちゃ。ここのメロディーすごいね。はい、ここ12分割されたメロディーになってます。私はね。さあサビ転調、一つ転調してます。人生を楽しむ時だね。はい、思春音ね。このメロディーね、いいね。Just do it、 勢いです。ここいいですよね、横山さんね。6分割のメロディー。さあここからラップパート始まります。時々じゃ気づけない。ここはね25年のやっぱ歴史を感じてほしいなと思いました。ザ・ピース、ここはやっぱ湧きますよね、 MV 見てるとね。どの悪すぎるマネザシア、完全オリジナルの焼酎。はい、ここもね一人一人にこう歌割りがちゃんとねいってる感じでいいなと思います。感じたと表現、はい、やっぱりこの全音進行のメロディーすごいね。はい、12分割のメロディー。はい、カラフルね。はい、ここもやっぱりカラフルですね。はい、オマージュしてます。今ある時だね。
はい、夢がたていいよ、素晴らしい。高川さんうまいですよね、やっぱね。はい、井上さんも素晴らしい。さあラップパート、はい、これジブさんですね。ジブさん、私たちのウェイクアップコール。これね、フロアの奥の人を呼ぶって感じ。これチャンミナさんですね、ここね。デイションちょっとだけ編み出し上げてやる。ここもね R 指定さんオマージュ。ダンス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 。さあダンスパートね、休憩が全くない曲ですね。あっという間に2番の終わりまで来ちゃいましたけど、いいねフェイク野中さん。楽しむ時だね。いいですね。いいですね。この大久保さんとのこの勢いを感じてくれるかと思います。デイション編み出したフォーメーション、上げてやる人生のモチベーション。さあ最後ダメ押しラップ。レボリューションレボリューションコングラチュレーション。はい、上がるね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。やっぱりね、何回見ても上がりますよね、これね。ちゃんと大久保薫さんとのこの熱が楽曲にちゃんと伝わってるんじゃないかなと思います。あとはですね、こう言及するまでもないんじゃないかなと思うんですけども、最後のね、エボリューション、レボリューション、コングラチュレーションとかね、この辺は過去曲の歌詞の中のオマージュだったりとかね、タイトルのオマージュだったりします。あとはこのラップ部分の1、2、3なんですけど、大久保薫さんがね、仮のラップを入れてる時にですね、ダッチョダッチョダッチョ1、2、3って言ってたんですよ。これ大久保薫さん1、2、3の編曲もしてるしね、そりゃもう入れたくなっちゃいますよね。で、一番最後ですね、3、2、1、0ですよね。ここのカウントダウン部分は最初はなかったんですけど、もうディレクターからここおかわりということで、こう最後に追加した部分なんですね。で、カウントダウンすることによってパスワードイズ0の0も使えたっていうことですね。これうまくはまりましたね。あとはちょっとこうつんくさんに怒られそうなこのザ・ピースをそのまま使うって、ここ入れさせていただきました。ありがとうございます。まさか MV でもちゃんとやってくれるとは思いませんでしたね。はい、ということでこのウェイクアップコール目覚める時、どんなきっかけで制作が始まったのか、そしてコライトでできた作曲作詞についてのこだわりについて解説を行ってまいりました。先ほども言った通りですね、モーニング娘。の歌詞を書くにあたってはですね、やっぱり聴く人に元気になってもらいたいし、明日生きるこう活力がみなぎるような、そんなポジティブなメッセージを歌わせたくなってしまうんですよね。だからこのサビにあります夜の底で朝を待つ誰かの心を私が照らしてあげる、モーニング娘。って僕の中ではそれなんですよね。そんなリスナーに対するポジティブなメッセージと、あとは26年目を迎えたモーニング娘。これからもどんどん生まれ変わって進化していくぜと、そんな決意表明も込めた歌詞になっております。2023年10月25日発売でございます。ぜひ買ってください。そして何度でもこの MV ご覧になっていただきたいと思います。朝一で聴くにはちょうどいい楽曲になってますね、これね。あなたの心の目を覚ます、そんな楽曲になっていたら嬉しいです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。この動画良かったよと思った方、ぜひ高評価の方、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いします。そして動画に対する質問等ございましたら、下のコメント欄へお寄せください。よろしくお願いします。はい、ということで本日は以上、また次回の授業でお会いしましょう。さらば。Wake up call 目覚める時だね。人生を楽しむ時だね。